います。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、メープル指板のフレット交換ということをお話ししていきたいと思います。メープル指板の場合は必ず指板の上に塗装が乗ってますよね。フレット交換の際には指板修正という作業が入りますので、必ず指板面の塗装というのは剥げてしまうんですけれど、新しいフレットを打ってでその指板面剥げてしまった指板面には、再塗装をしていきます。完成した時点で、フレットのすり合わせをするんですけれど、その際にフレットに乗った塗装も落とさなきゃいけないんですね。フレットに乗った塗装を落とすという作業が結構めんどくさいんですよ。フェンダー USA とかもそうなんですけれど、フレットのすり合わせをした時にてっぺんだけ塗装が剥がれた状態、要はすり合わせをするので、当然ながらフレットに乗ったフレットの頂点の部分の塗装だけは落ちるんですけれど、フレットの側面の部分っていうのは塗装が乗ったままで良しとして出荷されてます。もちろんそういう見た目というのはあまりよろしくないので、ちゃんとしたメーカーっていうのは言い方がおかしいかもしれませんが、フレット全体の塗装を落として出荷しているメーカーもあります。はい。で、今ここにメープル指板のフレット交換依頼品があるんですが、指板修正も終わりまして、フレットの溝の修正とかも終わりまして、最終的に360番までペーパー掛けをして表面を整えた状態です。当然ながら木の面そのまんまという状態ですね。で、昔はですね、私もこの状態までいったらもうフレットを打って塗装工程に入ってたんですが、今は違います。今はですね、このようにマスキングをしまして、塗装工程の第一工程である U コートシーラーですね、ヤニ止めとかって言われますけれど、それを一旦塗ってから、フレットを打つようにしています。で、塗装の工程は大雑把に、その U コートシーラーというのがありまして、その次に、サンディングシーラーですね、下地層って呼ばれてるやつですね。それから、着色層、色を塗る層ですね。で、一番最後にトップコートがあります。4層になってますね。ではちょっと U コートシーラーを塗ってきますので、少々お待ちください。はい、塗ってきました。この時期塗装はですね、非常に寒いんですね。U コートシーラーがこんな感じで塗られてます。で、次にですね、この状態でいきなりフレットは打たずに、360番のペーパーで表面のささくれですとかデコボコを少しだけ鳴らしていきます。その後にフレットを打ちます。それでは360番のペーパーで表面を整えていくんですが、先ほど、表面のささくれとかそれを軽く落とす程度って言いましたが、実際はですね、結構しっかり表面を整えていきます。で、このようにですね、表面を整えていくんですが、ペーパーが当たってる部分っていうのはこのようにペーパーの跡がつきますよね。当たってない部分っていうのはまだ塗装のツヤが残ってますので、このツヤが完全に消えるのを目安としていきます。完全に表面が整え終わったのがこの画像なんですけれど、この段階でもし仮に生地の面、要は木の面が露出してしまってますと、次のサンディングシーラーを塗るときに生地が露出してしまった部分に多く吸い込まれちゃいますので、そういった部分は極力ない方がいいですね。ほんのちょっと生地の面が、スッっていうぐらいに露出してしまったっていうぐらいであればいいんですけれど、もうあからさまにもう削って木の粉がもうバンバン出るような状態になってしまったら、もう一度 U コートシーラーを拭いた方がいいです。
それではフレットを打っていくんですけれど、フレット交換の詳細に関しては以前にギブソンのレスポールのフレット交換作業をご紹介してますので、詳しくはそちらをご覧ください。でちょっと今回はですね、画像で簡単に説明していきますけれど、まずフレットを打ちますね。でメープル指板の場合はフレットの足を必ずカットしてます。こういう画像のようにですね。でフレットを打った後にまず食い切りで出っ張りをこうカットしていきまして、で次に側面の溝の部分をこのような30分で硬化するエポキシ樹脂ですね、木の粉とですね、ちょっと白いエポキシ用の顔料着色をしてます。それを使って、このように側面の溝を埋めていきます。一晩経ちまして、完全に硬化した後に今度はヤスリでフレットを削っていきますね。最初はこういう粗い状態なんですけれど、ヤスリの番手とかをですねちょっと細かくすることによってこのぐらいまで綺麗にはなるんですね。で今この画像は同時にのみでエポキシをカットしてます。このケースはポリ塗装なのでダメージを与えないで済むんですけれど、これがラッカー塗装の場合は、ちょっと慎重に気をつけた方がいいと思います。で最終的にこれはですね線板ですね、水研ぎとかで使う耐水ペーパーの線板で、端っこをきれいにしてます。で削る際はフレットの面だけでなくエポキシの部分も削ります。でこの削る際に、ここの部分は塗装なのであんまり勢いよく削ってしまいますと塗装が剥げてしまいますので、注意が必要です。でどうしてもですねペーパーで削りますとその後に黒い、汚れがつくんですね。なので、その黒くなってしまった汚れはカッターの刃で黒ずみの部分を多少こうこすって軽くこすってその黒ずみを落とすっていう感じです。でその次にフレットの端の角を丸める作業です。でこの作業はですね、特にマスキングは私はしてません。しなくても大丈夫です。この今画像で、使ってるこのヤスリっていうのは指板面にこう押し当ててる面っていうのはツルツルの何にもこうギザギザがついてないものなので、その場合は大丈夫ですね。ステュマックから、このヤスリは手に入るんですが、こちらですね。昔はですね目が粗かったんですよ。で今の専用のヤスリは目がすごく細かいんですね。で私も新調したんですけれど新しいタイプはすごくこのヤスリの目が細かすぎてあんまり削れてくれないんですよ。なので、これは人によりけりでしょうけれど私は昔の目が粗い方のヤスリを使ってます。で端を丸めていきますが、最初このような状態だったものが、こんな風に大雑把ですね。この段階ではこのように大雑把に、丸くなれば OK です。でその次にですね側面の一部が塗料が剥げてしまいますので生地の色が出ちゃうんですね。なのでその部分を着色していきます。使う綿棒はホビー用の綿棒ですね。ものすごく先端が細くできていてすごく使いやすいです。細かい部分のタッチアップとかにはこれは非常に便利なツールですね。ある程度数時間こう乾かした後に今度はこの部分っていうのは生地が出てますので、次に有コートシーラーを、綿棒でほんのちょっとこう塗っていきます。こんな感じですね。はい、それでは今日の一番私が伝えたかった、テクニックなんですけれど、この段階でサンディングシーラーとか、塗装をしていきますと
当然フレットの上にもたっぷり塗料がこうどんどん盛られていくんですよね。で、それを後で剥がすのが非常に大変だっていうのを冒頭にお伝えしましたけれど、ここで一つ私が使っているテクニックのご紹介なんですけれど、このようにですね、一般で売られているろうですね、これをマスキングでちょっと指板面はガードして、このようにフレットに塗ります。で、一番この下側の際まで丁寧に塗る必要はないです。あくまで側面も覆われるように塗れば大丈夫です。で、必ずですね、余計なろうそくは拭き取ろうとはせず、ダスターで圧縮空気でバーッと吹き飛ばした方がいいです。で、こんな感じで、一本一本丁寧に、ろうそくを塗っていきます。で、このマスキングテープもまあそうですね、3、4本やったら、新しいものに変えるとかしないと、どんどんろうそくのろうがこう付着していくので、常に新しいものを使った方がいいですね。で、あと当然なんですけれど、指板面に直接このろうがのかけらとかがこう付着してたり、しますと、当然そこは塗料が弾かれるので、必ずですね、この作業はものすごく慎重に行った方がいいです。で、この方法はですね、いろいろ試行錯誤をしながら、これはもう本当に多分我流なのかもしれませんけれど、他のリペアマンの方でも多分やってる方はいらっしゃるのかなっていう感じですね。で、最初はシリコンスプレーとか、潤滑剤とかいろいろ試したんですよ。で、ただそういったスプレーをしても、シリコンスプレーとかをこう塗ってもですね、うまく最後に塗料は剥がれませんでした。なので、最終的に落ち着いたのはこのろうそく方式ですね。このろうは非常に有効です。はい、こちらが、もうフレットに、ろうを塗って、これからサンディングシーラーを吹いていきます。はい、それでこちらがサンディングシーラーを、4回ほど吹いたところですね。次の翌日に、360番のペーパーで表面を平らにならしているところです。ポリの場合は1回の吹き付けでラッカーよりかはかなり厚めに塗られるので、合計4回も塗れば大丈夫ですね。もちろんボディとか材によっては合計8回とか結構吹く場合もありますけれど、このケースでは4回で済みました。で、こちらはですね、もうすでにクリアまで吹いて乾燥も終えた状態です。これからもう水研ぎっていう段階ですね。側面に関してはマスキングをしてるので、マスキングの跡が残るんですよね。このように。なので、まずはこの段差を、1200番の水研ぎペーパーで落としていきます。で、このように完全に段差がなくなれば OK です。で、1500番もかけますね。で、次は指板面のところを水研ぎペーパーで平らにしていきます。で、次にバフィングですね。艶出しです。で、この状態が艶出しも行って、これからフレットに乗った塗装を剥がしていく手前です。で、まずはじめに、もしろうそくを塗ってない場合に、フレットの塗装を落とそうとするとどうなるかって言いますと、このようになります。結構ね、めんどくさいんですよね、これ。かなり頑固に塗料がフレットにこう密着してるので、ここを剥がそうとすると非常に手間がかかるんですよ。で、これは既製品のネック、メープル指板のネックをお客様がどこかから購入して、で、自分でスキャロップをされて、塗装も筆塗りですけれど、塗装もしたっていうことなんですよね。フレットに乗ってる塗装っていうのはメーカーが製造した段階で盛られた塗装です。で、
真上をこうガリガリ落としても側面はですね結構まだ塗料が残っちゃってるんですよね。なのでこの部分も一本一本丁寧に剥がしていかないといけないのですっごく手間がかかります。これちなみに使ってるのは、アクリルです。5ミリ6ミリぐらいのアクリル板を使ってます。金属とかの鋭利なものを使ってしまいますとフレットに傷がついてしまいますのでアクリルを使いますね。ではフレットに乗った塗装の剥がし方なんですけれど、まず側面にこのように切れ目を入れます。次にですね指板とフレットの際ですね、この部分に切れ目を入れます。でもう最低限の着付けしかしてないのでこの部分にですね塗料が完全にこう盛られるってことはあんまりないので、あくまで念のためですね切れ込みを入れます。でこれが結果ですね。このようにですね非常に綺麗に剥がれるんですよ。ろうそくパワーですね。で当然ながらこの作業も慣れですけれど、もし仮にね手がこう滑って指板面の部分に当たってしまいますと傷がついてしまいますので気をつけないといけないですね。とこのように非常に楽ができます。これが全て剥がれた状態です。最後にマスキングをしてフレットの角を丸めていくんですけれど、綺麗にしていくんですけれど、黄色いマスキングテープだけだとすぐ剥がれちゃうんですね。なので私の場合はちょっと厚手のマスキングテープをこのように1枚乗せて、でそれでヤスリで丸めていってます。でこれが最終的に完成した、フレットの画像です。はい、いかがでしたでしょうか。今回フレットに乗ったこのような塗装をいかに簡単に落とすかっていう一工夫をねご紹介しましたけれど、よくよく考えてみると一般の方がここまでするってことはなかなかないと思いますけれど、この動画を見られてるリペアマンを目指してる方とかがいれば一つね参考になればと思います。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは